光がまばゆいほどにキラキラと輝き、美しい新緑をさらに引き立てる季節。皆様こんにちは。いかがお過ごしでしたか？美味しいお料理で栄養をつけたいと思い、オマールエビのビスクを作り、季節の野菜を使って前菜とおこわを炊きました。デザートのパウンドケーキはキャラメルソースを混ぜて焼きました。ピスタチオがコクを出し、ほろ苦いビターなキャラメルソースは濃厚で食べ応えがあります。お食事を作る前に花で新鮮な空気を呼び込みます。お花を生ける帰ると、いつもの部屋が新鮮な息吹に満たされてよみがえりますね。淡いピンクのバラはピンクジューク、白いスプレーバラはウェディングドレス、ユリは咲夜姫、芍薬は未来花、ビバーナムスノーボールは和名では西洋手まり灌木と言います。咲き始めは黄緑色で、開花が進むにつれ純白になります。フラワーアレンジメントは即興、インプロビゼーションですね。全体のバランス、ラインが決め手です。包み紙にスノーボールの花が散っていたので、こんな風に散らしてみました。さあ、それではフラワーアレンジメントが終わったので、早速お料理に取り掛かりましょう。キャラメルパウンドケーキから作りたいと思います。一晩寝かせた方がしっとりするんですね。味もなじみます。まずはキャラメルソース作り。ノーカットで作っていきますね。てんさい糖の塊は事前に崩しておくか、鍋をゆすって溶かします。かき回せないでくださいね。さあ、少しずつ色づき始めましたね。
煙が立ち始めたら、適度な焦げがつき始めたところで火を止めます。All your troubles and pour me a glass of them bubbles. If I want, party if I want, party if I want. You only live once, but that's all I need. So keep it flowing and I'll buzz just like a bee. Dancing on the tables, throwing out the labels. Life is a ball and I'm living it large. I'm the entertainment and I came to play. You gonna know my name. We're gonna misbehave. Oh, bring the champagne. We'll do it like we always do. Louis bag and Prada too. Show stopping makes you know you only live once before you turn to dust. I'm feeling fabulous. We're gonna misbehave. Oh, bring the champagne. Oh, that's how we celebrate. Pour me some bubbles. Pour me some. Pour me some. Pour me some. Forget your troubles. Pour me some.
chance to show you so much more. It's in love that I explore. And whoa, love, whoa, love. When you look my way, that is what I say. Whoa, love, whoa, love. 'Cause I wanna be you. Hey. 'Cause I wanna be you. I wanna be you. This is like a dream. Every move it seems to be so magical within a time that we control. So press your lips to mine. I wanna make this right and pull you close to me and hold you strong throughout the night. And whoa, love, when you look my way, that is what I say. Whoa, love, whoa, love. I wanna be you. Hey. I wanna be you. Hey. I wanna be you.スイートとほろ苦さが加味する大人のパウンドケーキができました。それでは次にたけのことグリーンピースのおこわを作りましょう。生のたけのこはアク抜きが手間ですね。今回はその手間が一切いらない簡単な方法をご紹介します。それとグリーンピースもシワが寄らない方法をお伝えしますね。共にぜひ覚えておいてくださいね。皮をむけるところまで剥いてしまいます。先端とお尻は食べられないので切り落とします。そして適当な大きさにカットします。塩を加えて茹でます。これで煮えたら OK です。色もきれいで硬さも自由に調節できます。騙されたと思ってぜひ一度お試しくださいね。次はグリーンピースがシワにならない方法ですね。鍋に水と塩を入れ、こちらもお好きな硬さに茹でたらそのまま煮汁につけておくんです。それだけなんです。おこわを炊くだしを取りましょう。塩、
みりん、お酒、醤油、かつお節、笹に包んでおこわの完成です。次はホワイトアスパラガスとからすみの前菜、オランデーズソース添え。ホワイトアスパラガスは1年でこの時期にしか食べられないですよね。真っ白にするには手間がかかるので流通量が少ないそうです。穂先の部分にはアミノ酸の一種アスパラギン酸や動脈硬化や高血圧を予防するルチン、シワやたるみなどの老化を防止するグルタチオンという抗酸化物質などが多く含まれています。またがん細胞の増殖を抑え脂肪吸収も抑制するサポニンも多く含んでいます。竹串がスッと通るまで茹でてください。からすみは皮をむき、適当な大きさにスライスします。ズッキーニとおかひじきを茹でて皿に一緒に盛り付けました。ホワイトアスパラガスは淡白なのでからすみと合いますね。ズッキーニの柔らかな食感、おかひじきのシャキシャキした食感、それぞれの持ち味が調和してスマートなハーモニーを奏でます。さあ、それでは最後に本日のメイン、オマールエビのビスクを作っていきましょう。では下準備からトマトソースを煮詰めてピューレを作っておきます。Who the fuck would love you like I did? Know your heart and want it. Need you like an addict. Stay when you can manage. And who the fuck would love you like I
野菜は炒めておきます。オマールエビの頭を外し、目とひげと口と胃を省きます。お掃除をしていきます。魚でいうとこの部分はエラにあたりますが、ここも省きましょう。Let us fly to the wings of imagination, to lands of joy and fascination, where every heart finds its own creation in this magical world we share. Dreaming, can't you see? In a plane filled with light, where the flowers bloom so bright, every shade pure delight. We are dancing day to night. 皮を適当な大きさに切ってオーブンで15分から20分ほど焼きます。Where every heart finds its own sight in this wondrous world of light. とても香ばしい匂いがしてきます。それでは炒めておいた野菜に加えましょう。トマトピューレも加えます。白ワインとブランデーも加えます。昆布や魚などで取っただし、なければ水を1リットルほど注いで煮詰めます。
こしてからご飯を加え、ミキサーで攪拌します。とろみをつけるのにご飯の代わりに殻を取り除いてスープと野菜を攪拌してもいいですね。煮詰めて濃厚さを加減します。生クリームを加えても美味しいですね。それでは早速いただきたいと思います。今回は最後にフランス料理のビスクを作りましたが、由来を調べていて、大正天皇即位の礼の饗宴でザリガニのビスクが灯されたエピソードを知りました。それとびっくりしたのは、17世紀以前はビスクは鳩を使った料理だったんですね。ただ厳密に言えばカトリック教会の影響で、いわゆる肉というものを食べないが定められていたので、鯉などの魚類で代替することはあったようですが、それにしてももともとは鳩料理だったとは驚きでした。料理は素材や味や調理法が時代にマッチした変化を許容しながら移り変わっていくものでもあったんですよね。そこに料理の奥深さを見る思いがします。ビスクの場合は、まずはブルターニュやノルマンディーなどの沿岸地域で海産物の料理法が洗練され始めたことに始まり、より繊細な料理が求められたルイ14世の宮廷などでさらに磨きがかけられていったのでした。ビスクの素材の変化を知る手立ては、当時の料理本や百科事典、辞書の中に見つけることができます。中でも百科事典の原型となった百科全書は、18世紀半ばにリドルとダランベールが中心となって、ボルテール、モンテスキュー、ルソーらの名だたる啓蒙思想家184名が協力して編纂したフランス初の百科事典ですが、この4巻にキュイジーン、料理の項目があります。ここにはビスクの説明文に鳩の文字はすでにありません。エクルビス、ザリガニのことですね。それと野菜、レンズ豆のポタージュスープと記されています。18世紀にはビスクが鳩のスープだったことはもう社会では忘れられていたのですね。料理は百科全書では社会構造の一部として単にレシピの集合ではなく、文化的社会的な意味を持った知の体系として位置づけられました。料理は時代精神、エスプリを映す鏡で、時代の価値観の変化を反映しているんですね。食材の選択、料理法の進化、味覚の好みは階級、流通、技術、それに加え哲学、さらには美学と密接に関わっています。そして料理は知識と感性の間にあります。温度や化学反応といった科学と、盛り付け、味の構成、即興、伝統といった芸術と、地域を含む多元的な経験と学習の領域でもあります。20世紀にヌーベル・キュイジーヌという新しい料理が打ち出されたのは記憶に新しいことですが、それは軽やかさ、素材重視、整理された味覚構造を求めて18世紀に起こった先のヌーベル・キュイジーヌの復活、回帰だったのです。これらを踏まえて鑑みると、香り高い風味、殻から出る出汁の旨味といった素材の持ち味を尊重した甲殻類のビスクは、クラシックな伝統的な高級料理オートキュイジーヌからの脱皮で、モダンで新しい時代解釈の中に生まれた液体の芸術だったと言えるのではないでしょうか。